あなたはどんな状況でも恋人と愛し合うことができますか？遡ること6年前の2016年4月15日、イギリス・リンカンシャー。この日、14歳の少女、キム・エドワーズは自宅1階のリビングで目を覚ましました。寝ぼけ眼のまま、ふと横を見ると、同じ年頃の少年が微笑んでいるんです。おはよう、キム。昨夜はとても良かったよ。私もよ。忘れられない夜になったわ。そう言葉を交わすと、小さなマットレスの上で体を寄せ合い、愛を確かめ合う二人。一見すると、ごく普通の若いカップルのように見えます。しかし、そうやって幸せな時間を過ごす二人をよそに、この家の2階にはとんでもない惨状が広がっていました。2人が気にも留めようとしない、それはキムの母親と妹の惨殺死体だったんです。2つの遺体と同居しながら幸せな時間を過ごすカップル。彼らと家族の間に一体何があったのか。2人を強行に追い込んだのは本物の愛情に飢えた心だったんです。永遠の中二病ケンちゃんです。紅葉を見に行こうよ。闇やみこです。本日皆様にご紹介するのはイギリスの14歳のカップルが起こした殺人事件についてなんです。もうさ、14歳で殺人カップルでしょ、何があったのよ一体どんな事件だったのか、早速事件発覚の場面から見ていきたいと思います。おぞましい同居。遡ることおよそ6年前の2016年4月15日、舞台はイギリス・リンカンシャー。この日、地元警察に1本の通報が入りました。2日前に家を出た子供が帰ってこないんです。行方不明になっているのはルーカス・マーカムという14歳の少年。通報してきたのは彼と一緒に暮らしていたおばでした。このおばの話によると、ルーカスには同じ年の恋人がいるといいます。恋人の名前はキム・エドワーズ。キムもまた2日前から学校に姿を見せていませんでした。通報を受けた警察は早速キムの家を訪問。すると昼間だというのにカーテンが閉め切られており、何度インターフォンを鳴らしても反応がないんです。万一ということもあり得る。仕方ない。警察官は窓をこじ開けて家の中に入ることにします。すると1階のリビングでは1人の少年がくつろいでいました。行方不明になっていたルーカス。何よルーカス、恋人のキムの家でくつろいでたってさ、行方不明の状態にまでして何してたの？実はルーカスね、この2日間キムと一緒にね、仲良く微笑ましい状態で一緒にいたわけではないんです。君はルーカスくんだね。キム・エドワーズさんは今トイレに行っている。それより2階を見てきてみたら、2人が無事だったことに安堵する警察官。しかし同時に警察官は意味ありげに2階へ誘導するルーカスの振る舞いに不気味さを感じていました。一体2階に何があるというんだ。ルーカスに言われるがままに階段を上がった警察官は2階寝室の扉を開けます。その瞬間、警察官の目にとんでもない光景が飛び込んできたんです。そこにあったのは惨殺された女性の遺体でした。これはまさかあの子たちが。遺体の女性はキムの母エリザベス。彼女は喉を引き裂かれ、血痕はベッドのシーツと壁に大きなシミを作っていました。さらに隣の部屋にはキムの妹ケイティの遺体も。キムとルーカス14歳のカップルは家族を惨殺し、その後2日間何事もなかったかのように平然とその家で過ごしていたんです。キムとルーカスはその場で逮捕されることに。そしてこの時キムは警察官に向かってこんなことを言いました。ママが死んでくれてよかった。何があったのよ。いくらさ反抗してたって言っても、家族殺して平然としてられるってなかなかの精神状態じゃないわよ。そうそう。でもキムとね、その母親とね、妹の間には今大きなわだかまりがあったんです。そしてその原因を作ったのは実は母の娘2人に対する接し方にね、大きな問題があったんです。憎悪の芽生え。2007年1月、エドワーズ家には母エリザベスの怒号が響いていました。当時6歳のキムがテレビの見過ぎを注意されていたんです。子供にはありがちな些細な理由の叱責。しかしあんたは本当はあの父親にそっくりだね。母エリザベスは声を荒げ、幼いキムを目いっぱい殴りつけたんです。エリザベスはキムを鬱憤のはけ口にしており、ことあるごとに暴力を振るっていました。エリザベスは夫の DV を理由に娘たちが幼い頃から2度の離婚を経験。そうした思い通りにはならない日々への怒りを元夫によく似ていたキムにぶつけていたんです。エリザベスも辛かったんだろうけど、ちょっと子供に罪はないのにって思っちゃうわよ。ほんとかわいそうですよね。そしてキムが強い恨みを抱くきっかけはこの他にもあったんです。キムと妹のケイティは年が一つしか離れておらず、至って仲のいい姉妹でした。しかし問題だったのは母エリザベスの2人に対する扱いの違い。まあケイティはお片付けもちゃんとできて本当に賢いわね。それに比べてキムは、母エリザベスはキムを邪険に扱う一方で、妹ケイティのことを溺愛していました。エリザベスはキムを不満のはけ口に、そしてケイティには癒しを求めたんです。もちろん幼いキムにそんな母の気持ちなど理解できるはずもありません。ママはどうして私だけを怒るの？ケイティと私は何が違うの？ことあるごとに
妹と比べられ顔も覚えていない父親にそっくりだと罵られる日々。そんなキムの葛藤は解消されないまま、家族の時間は6年7年と流れていきました。そして迎えた2014年5月、キムが13歳となったこの頃、家族関係をさらに最悪の状態に突き落とす出来事が起こってしまうんです。姉妹でさ、なんか扱いが違うってもそんな珍しくないんだけど、キムの場合はちょっと扱いの差が激しそうね、なんかね。まあでもそんな環境の中でもキムはね、妹のことだけは愛していたんです。しかしそんなね、キムと妹、2人の仲を引き裂くような出来事が起こってしまうんです。涙を浮かべながら受話器を握るキム。電話がつながると彼女は震える声でその涙の理由を語ります。もしもし、相談があって、私、ママから虐待を受けているんです。キムからの相談を受け、児童相談所の職員はすぐにエドワーズ家へやってきました。しかし、事実確認を行った職員に対し、母エリザベスはキムの主張を真っ向から否定。この子は虚言癖があるんです。私が虐待をしているなんて絶対にありえません。ただ、母親がそう言ったとしても、キムにはまだ希望がありました。日々、暴力を振るわれるキムの姿を妹のケイティが見ていたから。ケイティと仲が良かったキムは、彼女がきっと味方になってくれると信じていました。ところが、児童相談所の職員に質問を受けたケイティが発したのはこんな言葉でした。お姉ちゃんは嘘をついています。妹のこの言葉を聞いた瞬間、キムの中で何かが壊れたんです。これはひどいわね。妹ちゃんもさ、そうやって好きなお母さんとお姉ちゃんの間に挟まれてどうすればいいかめちゃくちゃ複雑な気持ちだったんじゃない？まあなんか板挟みでね、この状況でね、難しいんですけれど、こうしてね、心にね、深い傷を負ったキムなんですが、この後彼女の運命を変える出会いがあるんです。たった一人の理解者。2015年、キムは通っていた学校である少年と同じクラスになりました。後に彼女の恋人となるルーカス・マーカムです。ルーカスは賢く、成績も良かったんですが、少し問題を抱えている少年でした。うわー！昼休みを迎えた教室に響くルーカスの叫び声。周りにあった椅子を放り投げて暴れる彼をその場に居合わせた生徒たちは唖然として見ていました。ルーカスは感情に不安定な部分があり、一度怒り出すと歯止めが効かなくなるんです。そんな彼を眺める生徒の中にはキムの姿も。そしてキムはその他の生徒が怯えながらルーカスを見ている中で一人だけ違う感情を覚えていました。ルーカスは私と同じかもしれない。実はキムのこの直感は当たっていました。ルーカスの母は彼が5歳の時病気で他界。父親はアルコール依存症で子育てなどできるはずもなく、ルーカスは幼くしておばに引き取られていました。彼はキムと同じように両親の愛情を知らずに育った少年だったんです。同じ葛藤を抱えていた2人はやり取りを深めるうちに互いに何よりの理解者となっていきました。キムは人の気持ちにかなり敏感な子だったのね。やっぱね、似たようなね、境遇だったっていうのも大きかったのか、2人の相性っていうのがもう抜群だったんですよ。彼とずっと一緒にいたい。2人で誰も知らない場所で暮らしたい。恋人となったキムとルーカスは四六時中一緒にいることを望み、夜中にたびたび家を抜け出すようになりました。そうすると黙っていないのがキムの母エリザベス。まだ14歳の2人のこの行動を彼女は当然快く思いません。しょっちゅう夜中に抜け出して、あなたたちは何をやっているの？年頃の娘を持つ親としては至極真っ当な言い分。しかしキムはそうやって母に叱られるたび、ようやく見つけた心の拠り所を否定されるような感覚を覚えていたんです。そんなある日、キムがこれまで必死に抑えていたものを決壊させる出来事がついに起こってしまうんです。また母親となんかあんのね。まあね、お母さんの気持ちもね、わからんでもないんですけど、ルーカスしかね、味方がいないキムにとってはね、残酷すぎますよね。その日、キムの母エリザベスはどういう風の吹き回しかルーカスを夕食会に招待しました。ママは私たちのことを認めてくれたんだ。いつもと違う母の振る舞いに胸を躍らせるキム。ところが母エリザベスがこの日ルーカスを呼んだことには、キムが思っているのとは全く別の意図があったんです。ルーカスがやってくると、エリザベスはなぜか彼を家に入れようとはしませんでした。そしてキムとルーカスを庭先に並べると、2人にこう告げました。ルーカス、もうキムには二度と会わないでちょうだい。あなたたち2人は危なっかしくて見てられないの。母エリザベスのこの言葉は、ルーカスの存在が唯一の救いだったキムを追い詰めるには十分なものでした。そしてこの日の夜、キムは服薬自殺を図るんです。結局は一命を取り留めたものの、もはや親子関係は修復不可能な状態となっていました。いよいよちょっととんでもないことになってきたじゃない。やっぱね、キムにとってルーカスはそれほどね、本当に大きな存在だったんでしょう。これってなんか前に挙げたね、共依存っていう関係に近いんじゃないかなというところで、わからない方もいると思うんで、本日のメトラキーワード、共依存について。共依存とは、特定の相手と過剰に依存し合う人間関係のことで、その中で特に恋愛が絡むものを共依存恋愛と言います。特徴は、自分を犠牲にしてで
でも相手に尽くしてしまい、相手もその献身的な態度に頼りきりになってしまうこと。非常に歪な人間関係のため、会えないだけで極度にストレスが溜まり、うつや精神疾患に陥るケースも多いんです。親からの愛情が受けられず、家庭に居場所を見出せなかったキムとルーカスは、恋人との関係に自身の存在価値を求めました。一般的に見ても、彼らのような状況に置かれた人は、共依存恋愛に陥りやすいとされているんです。そしてね、共依存の関係にあった2人、ついにこの後、事件を起こしてしまうんです。惨劇の夜。キムの自殺未遂騒動の後、母エリザベスとキムの関係はこれまで以上に悪化の一途をたどっていました。2016年4月9日、母エリザベスと口論になったキムはルーカスの家に逃げ込みます。この翌朝、頭を冷やした彼女は自宅に戻るんですが、そこで信じられない光景を目にするんです。キムが玄関をくぐると、母エリザベスがせわしなくゴミ捨ての準備をしていました。この時、エリザベスが抱えていたゴミ袋はいつもと様子が違っていたんです。なんと、ゴミ袋の中身は全てキムの私物でした。こらえきれず自宅を飛び出したキム。彼女はルーカスの家に向かって一心に走ります。ママにとって私はもう家族じゃないんだ。この後、その胸の内をルーカスに打ち明けたキムはとうとう彼と2人で取り返しのつかない凶行に及んでしまうんです。2016年4月14日。深夜の静まり返った家の中にその音は小さく響いた。それはルーカスがキムの家にやってきた合図だった。すかさず窓を開け、家の中にルーカスを招き入れるキム。家に足を踏み入れたルーカスの手にはすでにナイフが握られていた。キム、君は何も心配しなくていい。僕に任せて。そう告げると母エリザベスの眠る2階へと歩みを進めるルーカス。部屋の扉を開けると、そこではエリザベスが寝息を立てていた。そしてそばにあった枕をエリザベスの顔面に押し当てるルーカス。それとほぼ同時に彼はその喉元にナイフを突き立てた。突然の激痛に目を覚ますエリザベス。しかし体重をかけて抑え込まれ、彼女になすすべはない。ルーカスはそのまま何度もナイフを振り上げた。間もなくエリザベスはピクリとも動かなくなってしまった。この後ルーカスはキムの妹ケイティの部屋を訪れ、彼女のことも同じ方法で殺してしまいます。キムとルーカスは当初、この犯行の後、自分たちも後を追って死のうと考えていました。しかし母エリザベスがいなくなった事実を前にすると、2人は考えを改めるんです。今ならママのせいでできなかったことができる。ママのせいでできなかったことって何なのかしらね。でもよくこの状況でそんな他のこと考えられるわね。そうなんですよ。これね、事件が起こった後のこの2人の行動っていうのがね、やっぱ異常性が大きいとされて注目を集めていたんです。母エリザベスがいなくなった今、キムとルーカスを邪魔するものはもはや何もありません。2人でお風呂に入る。冷蔵庫のアイスを好きなだけ食べる。リビングを占領して夜通し映画を見る。キムとルーカスは2人でやってみたかったことを片っ端からやることにしたんです。この時2人が見た映画のタイトルはトワイライト初恋。ヴァンパイアと少女の禁断の恋を描いたこの作品を2人が選んだことは、限られた時間を過ごすその気持ちを言い表しているかのようでした。そして2人には映画よりアイスより何より望んでいたことがありました。そう、2人は2階で家族が死んでいるのもお構いなしに平然とちょめちょめしていたんです。こうして事件発生から警察が訪ねてくるまでの2日間、キムとルーカスは2人で過ごす最後の時間を存分に楽しんだのでした。2016年11月、キムとルーカスは17年半の禁錮刑を宣告されます。ママが死んでくれてよかった。逮捕された際、そう語ったキムでしたが、後に彼女はこの時抱いていた別の感情も吐露しています。ママは私が自殺するんじゃないかっていつも心配していたから、これ以上心配しなくて済むように殺してあげたんです。ケイティはママが死んだのを知って悲しまなくて済むように殺してあげました。メトラーの皆さんは彼女の話を聞いてどう思いますか？